様、ゆうかです。新作のキット買ってないし、今日は何作ろうということで、昨日配信の中でアンケートを取らせていただいた結果、私の積みプラの中からこちらのキットが選ばれました。じゃーん、ボトムスのスコープドッグラウンドムーバーメルケア軍カラーです。このサンプルカラーが可愛くって購入して積んでました。私にとっては初ボトムスということになるんですが、視聴者の方の中にはボトムス好きな方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。それでは本編をご覧ください。早速開けて中身をチェックしていきます。ランナーは小さいものも合わせて25枚、ポリキャップが1枚、12ページの冊子の説明書が1冊、ラウンドムーバー試作初期型のイラストが1枚入っていました。これは今回のキットとは別の機体かなと思うんですが、ファンにはたまらないんじゃないでしょうか。それでは説明書に沿って組み立てていきます。組み立て映像を背景にこのキットの詳細やボトムズという作品についてお話ししていきます。私と同じように今回初めてボトムズに触れるという方のために調べてみたのですが、装甲騎兵ボトムズは1983年に放送が開始されたロボットアニメだそうです。1983年っていうと私まだ生まれてません。主役機のスコープドッグはヒーロー的なロボットではなく、量産されて使い捨てされる兵器として描かれるのが特徴らしく、その泥臭くてリアルな世界観が今でも根強いファンに愛されている作品なのだそうです。今回組み立てているのはウェーブから2025年6月に発売された35分の1スケールスコープドッグラウンドムーバーメルケア軍カラー ST 版。お値段は税込み5280円です。このメルケア軍仕様のパープルはテレビシリーズ第1話で小惑星リドを守るべく応戦した時のカラーリングなんだそうです。ちなみに商品名にある ST 版とはスタンダード版のことで、外観のフォルムや組みやすさを重視したシンプルな仕様のキットを指すそうです。上位のプロポーション版になるとコックピット内部やパイロットフィギュア、設定通りの膠着ポーズを取らせるギミックなどが追加されていますが、この ST 版はそういった内部構造や一部ギミックをあえて省略しています。その分パーツ数が抑えられていて価格も安く、接着剤不要のスナップフィットでサクサク形になります。私のようなボトムズ初心者や手軽に組み立ててプロポーションを楽しみたい人にはぴったりの仕様ですね。通常のヘビーマシンガンに加えてペンタトルーパーという武器も付属しています。チャンネル登録お願いします。それでは各部位を詳しく見ていきましょう。まずは頭部から。パーツ数は9個です。思っていたよりもパーツが小さくて驚きました。このコロンとした丸いフォルム、なんだか可愛らしいですよね。ちなみに特徴的なターレットレンズですが、緑色に当たるレンズ部分は紫の別パーツを差し込んで色分けを再現する構造になっています。ただこのターレットカメラは溝に沿ってスライドできるはずだと思うんですが、動かすとすぐに外れてしまいます。裏側で留めているパーツを接着して固定しちゃった方がいいかもしれません。続いてボディ。パーツ数は27個です。頭部とドッキングした状態でお見せしています。丸い頭部とは対照的に四角くてごつい武骨なデザインですよね。この胸元にある取っ手のようなパーツなど随所にメカニカルなディティールが入っていてすごくいいなと思います。次は腕です。パーツ数は左右それぞれ20個ずつ。画面の下に並んでいるのは形状が異なる左手と差し替え用の手首パーツ3個です。肩の装甲の上についているこの字型のパーツや手首の横にあるパーツはそれぞれ独立して稼働させることができます。気になる関節の可動域ですが、肘はここまで、ほぼ直角ぐらいでそこまで深く曲がりません。手首と肩の下はひねる動きができるようになっています。続いて足。パーツ数は右足が29個、左足が28個です。右足の膝にだけ鉄パイプのような追加パーツがついているんですね。
実はここの組み立てが一番大変でした。膝のパーツがどうしてもはまらなくて緩くならないか不安でしたが、ポリキャップを削ってサイズ調整しました。可動ギミックとしては足首の前後にある装甲や膝裏のアーマーが動きます。肝心の膝の可動はここまで。ガンプラの二重関節に慣れすぎていると正直全然曲がらないなと感じてしまうかもしれません。最後は腰、武器、そして背中のバックパックです。腰のパーツ数は16個、手持ちの武器はそれぞれ5パーツずつ、そしてこのキットの主役ともいえる宇宙専用バックパック、ラウンドムーバー。なんとこれだけで40個ものパーツが使われています。腰は前後左右のスカートアーマーがそれぞれ独立して動かせます。ラウンドムーバーはお腹割りのように前後で合わせて組む構造なのですが、先端の丸い部分にどうしても隙間ができてしまいました。私のはめ込みが甘かったのか、ちょっと調整が必要なポイントかもしれません。思った以上に疲れた。すべてのパーツができたので合わせてみます。スコープドッグラウンドムーバーメルキア軍カラーの完成です。まずはメルキア軍カラーの美しい立ち姿からじっくりご覧ください。武骨なデザインで本当にかっこいいです。背中のラウンドムーバーがつくことでボリューム感が出て360度どこから見ても絵になりますね。ちなみにサイズ感は思っていたよりも小さめで、ラウンドムーバーを含めた高さはだいたい12センチほどになっています。と、ここで動画編集中の私から重大なご報告があります。なんとサイドスカートのパーツを上下逆さまに取り付けてしまいました。直して取り直す気力が残っていなかったので、今回はこの優香特別仕様のままポージング進めていきます。と、ここでポージングの時に取りやすい注意ポイントを少しお話ししておきます。動かしていると特に肩のパーツ、ターレットがポロポロと取れやすいので、ポーズをつけるときはちょっと注意が必要です。続いてポーズをつけていきます。まずは1つ目、ヘビーマシンガンを両手で構えた射撃ポーズ。腕がそんなに長いわけではないのでギリギリでしたが、なんとか両手持ちできました。ただこのポーズにするには手首のパーツを付け替える必要があるのですが、これがただ抜き差しすればいいだけじゃなくて結構面倒なんです。パーツオープナーを使って一度分解してから付け替える必要がありました。続いて2つ目はもう一つの特徴的な武器、ペンタトルーパーを持たせてみました。こちらも両手持ちをさせたかったのですが、私の技術では難しくて断念して片手持ちにしています。躍動感のあるポーズを作るのがとにかく難しくて、頑張って動かした結果、なんだか背中を丸めたおじさんみたいなポーズになってしまいました。でも近くでアップで見てみると金属的な情報量がすごく多くて本当にかっこいいですよね。部分塗装を少ししてあげるだけでもぐっと化けそうな気がします。しかしところどころ私の組み立てが下手なだけなのか、パーツの噛み合わせが悪くて隙間が空いてしまうのが気になりました。もしこのキットを作ったことがある先輩がいたら、ここはこういう仕様だよとか、こうやって隙間を消したよというのをぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後は40パーツを使って組み上げたラウンドムーバーの推力を生かして宇宙空間を浮遊しているようなイメージで手で持って飛んでいるように動かしてみました。実はこのキット、本体に一般的な 3mm のスタンド用の穴が開いていないんです。これに合うアクションベースやスタンドでおすすめのものがあれば、こちらもぜひコメントで教えてください。というわけで今回はホープドッグラウンドムーバーメルキア軍カラーを作りました。途中まではそんなに難しくないなって思ってたんですけど、プラモデルは完成するまでがプラモデル制作ということで、最後まで気を抜いてはいけないなと改めて思いました。私はボトムス作品見たことがなくて全然知らないんですが、皆さんのボトムスに関する思い出だったり作品のおすすめポイントなどありましたら、ぜひコメント欄でお聞かせいただけたら嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ハイプなどで応援いただけると大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
先週末、両親と山梨へ旅行に行ってきました。美味しいものをたくさん食べて楽しい旅行だったんですけど、その中で不思議な蛾を見つけました。虫が苦手な方はここで動画を閉じてください。それでは3、2、1。はい、こちら調べたら銀紋スズメモドキという蛾だそうで、こんな蛾初めて見て母親とじっくり観察してしまいました。皆さんは見たことありますか？